もこんにちは、山時です。はい、ということで今回は、新しくね我が家に、迎え入れた、ボンゴのキャンピングカーになります。で今回ね、バスに代わって、これから私たちのキャンピングカーになりました。動画の方は、前後してしまうんですけど、納車の帰りに初車中泊を、終えたんですけど、今回はこのボンゴのキャンピングカーのルームツアーをねしていきたいと思います。はい、まずねこのボンゴのね、この見た目にね惚れました。めっちゃかっこいいなと思って、自分たちはね今までキャブコンっていうのに対してキャブコンのねこの広さは、すごく魅力的やったんやけど、いまいちこうスタイルっていうのが自分たちのあれに合わへんかなっていうような感じでキャブコンはちょっと避けてきたんですけど、唯一ねこのボンゴ見た時にめっちゃかっこええなと思ったんですよね、でなおかつ内装もめちゃめちゃ自分たちの好みの激渋な感じで、見た目もねワイルドでっていう感じでもう即決しました、しかもねこのボンゴなんですけど年式が平成4年式、めちゃめちゃ古いです。旧車の一期に当たると思うんですけど、ボンゴブローニーっていうねボンゴブローニーの初代の型になります、なので今から、約32年ぐらい前の車になりますね。もう旧車やね。なんだよね、めちゃめちゃ古いですけど、古いんやけどなんと走行距離が奇跡の27,000キロということで、今回のその購入の決め手にもなった、一つでもあります。でね後からちょっと見てもらうんですけど、本当にねやれ感がめちゃくちゃ少ない、外観の方を見ていく前にサイズとかスペックの方ね紹介していきたいと思います、ということでですね、もう一回ねちょっとおさらいします。平成4年式の5月登録のボンゴブローニーになります。ボンゴのねブローニーベースなので全長がちょっと長くなってます。サイズの方が、5m36、横幅が 1.9m、高さが 2.84 メートルあります。元の、ボンゴブローニーの、サイズは4メーター69、横幅が1メーター69、高さが1メーター93ということで、もともとのサイズもまあまあ大きなサイズなので、それを生かしてライトキャブコンなんですけど比較的大きな車両になってます。今はこのとてもシンプルなねツートンのカラーリングなんですけど、もともとはこんな色じゃなかったみたいですね。尾藤さんのところで塗り替えられたカラーリングになってます。なのですごくねシンプルでかっこいいですよね、よく横にね、ビルダーさんの名前とかね、書いてあると思うんですけど、もう一切書いてないのでそういう情報が全くないです、なのでビルダーさんはねちょっと分かんないですよね、チャット GTP にこの画像内装をちょっと判断してもらったんですけど、大手のビルダーではないという判断が出ました。中小企業のねビルダーさんが作ったんではないかということです。あとはですね、エンジンの方が 2.2 リッターのディーゼル、4駆パートタイム4駆になってます、普段は FR で走って、雪道とかね悪路を走るときは4駆に入れたりできます。なので燃費の方もまだ計算はしてないですけどそれほど悪くないような印象でした。帰ってくる感じでは。あとはねやっぱりこのライトキャブコンで側が大きな作りになってますので、車重の方がね結構心配になってくるんですけど、タイヤの方も後ろはね安心のダブルタイヤがついてます、そこも購入の決め手になりました。詳細の方についてはそんな感じになってます。というわけでちょっと早速ねちょっと外観の方を先に見ていきたいと思います、右回りで見ていきたいと思います、まずこちらです。ボンゴブローニー当時のエンブレムが貼ってあります。こうぐるっとね回ってきます。サイドミラーの方はこれなんていうんですかね、カリフォルニアミラーなんですかね。いいよねこのミラー、すごくね見やすいですよ。ボンゴのねここですよ、やっぱりこのバンパー、これカンガルーバンパーっていうかな、鉄でできてます、フレームとねくっつけてありますので非常に頑丈です。なおかつ前面にスペアタイヤですね、スペアタイヤがついてます。一目惚れですね。これなかなかないですよね、このバンパーがついてるタイプね。これちょっとワイルドだけど顔優しめだよね顔はねちょっと垂れ目みたいな感じで
初代ならではのこの顔ですあかね。次の2代目だとちょっとね顔変わってくるんですよ。でなおかつこのサイドのこのウィンカーがオレンジっていうのがまたポイントが可愛いですよね。うん、かわいい。じゃあぐるっとこっち行きましょうか。はい、やっぱりなんかサイズ感大きいよね。うん、大きいね。このオーバーハングが非常に長いなっていうようなイメージがあります。であとはホイールベースもやっぱ若干長いんかなっていうようなね、感じはしますね。やっぱブローニーベースなんでホイールベースが長いんかなというふうに思います。なので乗り心地はめっちゃいいかって言われたら乗用車並みにいいとは言えないですけど、突き上げ感もなくて乗りやすいなというイメージです。小回りはちょっと聞きにくい。いや、どうかな、今まで結構大きなサイズ乗っとったからバスとかねそれに比べれば全然小回りは利くなっていうような感じはしますけどね比べるものがちょっとごめんなさいね、以前のがバスやったから、そうやな。まあ、でも小回りは効くと思いますよ。うんうん。じゃあちょっと一つずつ見ていきたいと思います。ここは、冷蔵庫の排気部分ですね。こちら、これがボイラーですね。ボイラー、ここに今ホットって書いてあるんですけど、ボイラー使ってる時はここから結構熱い風が出てくるので気をつけないとダメです。開けるとこういう感じで、ここをね操作しましてですね、パイロットにしてここでガスを着火して火をボッとつけると、原始的な感じで使う時は、外に出てこないと使えないっていう感じなんで、今回はちょっと使わないですけど、今後ねまた、使ってみたいと思います。でもボイラーありがたいね。ありがたいよね。で、そうそうでですね、この穴ですよ。この穴何かというとですね、燃料を入れるとこですね。この穴がですね、非常にちょっとここだけ難点なポイントです。給油のねガンが全部入らないなのですごく満タンの感じがわからないっていうかな、すぐにカチッとオートストップがかかってしまうような感じで、満タンが非常に分かりにくいっていうような感じなので、燃費測るのは多分難しいかなと思います。はい、次こっちですね。ここにも吹き出し口みたいなのがあるんですけど、ここにもね一応ホットって書いてあるんですよね。FA ヒーターがついとったんじゃないかというような感じです。もともとこれはもうついてなかったらしいです。なのでね、またちょっと FA ヒーターの方はねつけたいなというふうに思ってます。次はこっちですね。ここは小部屋。そうっす、なってて、はい、こんな感じでガスの収納庫になってます。もともとここには大きなねガスボンベですねが積まれてたんですけど、もうそれはもう取っ払ってこういうガス管、家庭用のガスボンベに変換できるやつで、使ってあるみたいですね。外に出てこないと使えないので、ゆくゆくはもう中に使えるようにしようかなというように思ってます。なのでここはもうフリースペースで使えたらいいかなっていうふうにも思ってます。ボイラーのところに繋がってるってこと？そう。あとはボイラーとか、あとはキッチンのねガスのとこまでつながってます。はい。キッチンこのガスなんや。そうなんですよ。だからこのガスボンベを開いて中のキッチンをね使う感じですね。それは大変だね。そう、まあそんな感じですよ。そうなんや。はい。だから中で使えた方が便利でしょ。そうだね。じゃあ次後ろですね。はい、後ろもねこのワイルドでしょ。後ろにもこのスペアタイヤがねついてます。前後にねスペアタイヤついてるのも珍しいんじゃないかなというふうに思います。であとはね、前にもあったバンパーが後ろにもこの鉄のねバンパーがついてます。なのでここからね足乗せて登って上まで行けます。雪下ろしとかでもさ、ちょっとこれ使えばいけるんや。そうやね。ちょっと上覗きたい時とかね、使えるよね。前はしごね絶対持ってかないといけなかったから。そうやね。上にも実はパイプが同じように鉄のパイプがバーの方が取り付けてあります。次ね、このテールランプかわいいかわいい。めっちゃ可愛いよね。レトロで昔の軽トラみたいな感じで、逆にこれがかっこいい。旧車感、レトロ感が出てる。次ね、こ
これが給水のタンクにつながってて、ここからね水を入れるようになってます。はい、でここがパカッと見えるかな、中にね外部電源のコードが入ってます。これは室内とねつながってるような感じですね。だから RV パークとか行ったり家の、電源とつないだりとかするときにここからコード伸ばして使用します。すでにある。うん、これほんと便利やね次にここにも蓋あるんですけど、ここも排水の、タンクとつながっているところですね。はい、左側面に戻ってきました。で同じようにここにもね収納があります。そう、こっちはね下と貫通してて、このようにスライド式でテーブルを引き出すことができます。何なの？これはもともと発電機がこの中に入っていたみたいで、発電機を使うときは外に出してで排気をこう逃がすっていうような感じになってたみたいですね。で今はついてないんやけど、なんかねここは使えそうやなっていうような気がしますね。そんなにサイズはないんですけど、50センチ40センチぐらいスペースです。すごいね。発電機の足がこれ収まるようになっとった。そうやろね、多分これね多分専用の発電機やったんやろね、この足がね。そうだよね。はい、そういう感じになってます。すごいな。であとはねタイヤですね。タイヤの方は前が15の後ろが13というインチ数になってます。ちょっと異形サイズなんですけどね、低床ダブルタイヤっていうような感じなので、こういうサイズの違いになってくるということです。でタイヤの方はフロントのタイヤは、ブリヂストンのデュラビスキャンパーっていうのかな、キャンピングカー専用に、作られたタイヤを取り付けていただきました。キャンピングカー専門に作られたっていうことなんですけど、耐荷重とかあとはこのふらつきとかを、こうなるべく抑えれるようにっていうことでこの、タイヤをね開発されたものみたいです。じゃあ次リアタイヤですね。リアタイヤの方もタイヤが入ってまして、後ろはねライトトラック用です。タイヤサイズが145の 13LT8 プライがダブルで2本ずつ左右で入ってます。こっちはマッドスノーのタイヤですね。なのでダブルタイヤなので非常に安心感は走っててもあります。それではね運転席周り見ていきたいと思います。まずですね、自分がねびっくりしたのはこのオリジナルのマット。これがですね非常に綺麗なまま残ってるっていうのがね感動的でした。はい、あとはねシートのやれもね非常に少ないなというような印象です。じゃあ乗り込んでみたいと思います。よいしょ。オリジナルのステアリングマツダ。ステアリングの方もね非常に汚れとかもなくて状態のいいままね残ってます。すごく運転していて気分が上がりますねこれは。走行距離の方はね 27,378 ということで、購入時はね 26,900 ぐらいだったんですけど、地元まで帰ってくるのにね結構400キロぐらい走りまして 27,000 キロを超えました。これがねバックモニターですね。一応映ります。あとはねダッシュの周りもひびもなくて非常に綺麗な状態です。ギアの方は5速マニュアルになってます。パートタイム 4WD ということで2杯4杯 4L ということでアクロにもねしっかりと対応した4駆になってます。というわけで外装の方をねぐるっと見るとこんな感じになってます。じゃあちょっと中の方に入ってみましょう。まずね中に入るときはこのステップを引き出します。上げて上に上げて下げると。ステップありがたい。中に入ってみましょう。ここは
まあ、定番の網戸ですかね。いや網戸嬉しい。網戸嬉しいよね。ただちょっとねやっぱり網戸の方も若干こう破れが出てきとるんで、これは張り替えが必要かもしれないですね。まあ、なんせもう32年前のね、あれやから。いやそれにしては綺麗よ。ということで、はい車内の方に入ってきました。はい。はい、内装の方はねこんな感じでモダンレトロみたいな感じで、ちょっとね田舎のお家に来たような、そんな落ち着くような空間になってます。このカラーリングがすごくね良くて気に入ってますね。じゃあ早速中の方を見ていきたいと思います。はい、まず後ろのダイニングから、見ていきますか。そうでエントランスから入ってもらうと結構ねこのエントランスが空間が広くて圧迫感が非常に少ないなっていうような印象です。この字型のねダイニングになってて、結構これが空間があってね広く感じます。なんといってもこの全面が窓すごいよねっていうね、すごく大型のリアガラスで、景色がこうバッチリ見えるというような感じになってます。ただ車が後ろとかにおるとだいぶ気まずいかなと開けれんよね、いうような感じですよね。ただすごく見晴らしは、いいですよね。だから静かなこういうところに泊まるともう本当に自然と一体化できるね。本当やよね。まあ、今回ちょっとやらないですけど、最初の初車中泊の時にも、やったんですけど、このテーブルをこの下にはめると、ベッドになります。じゃあ次にどこ見ていきましょうか。これこんな感じでこのアンティーク調にねこうところどころ作り込まれてるというような感じの内装になっています。カーテンレールの上の部分とかもさ、ちょっとゴールド入っとったりとかさ、尾藤さんもおっしゃってたんですけど、このゴールドは最初から入っとったんや。入ってましたということで、あとはこの、茶色の部分ですね、職人の方に塗っていただいたと思います。多分この白のところも、塗り替えてあるんですけど、この、全部塗り替えられてあるというようになっていますね。ウッドだったんかな、全部。もともとそうやね、ウッドやったんやと思います。そのままちょっと横を見てもらいましょう。収納を開けると、ここはねクローゼットになってます。こうハンガーをねこうかけれるように、意外と収納力があって、下まで結構あるようになってますね。これは多分ね、リアエアコンがついてるので、それの多分ダクトがこうつながってきて、ここからの吹き出し口もあるということで、多分つながってるんだと思います。広くて収納力がバッチリですね。上の方も、2つあります。奥行きの方は20センチぐらいで、高さは50センチぐらい50センチぐらいありますね。こっちも同じような感じで、こっちのが奥行きはだいぶありますね。観音で、そう本当にこのデッドスペースっていうのがこの三角のスペースですよね。このキッチンからこう斜めにこうね収納があると、ここもすごく奥行き広くて収納はバッチリって感じですね。だね。ここはコード類が入っとるけど、もともとテレビが入ってたんじゃないかなというような感じらしいです。でそれの、配線類がまとめられてると。かなり、当時は多分ブラウン管で小さなテレビが入っとったんじゃないかなというような感じですね。今はこのサイズはちょっと中に入れるのは、大変ですけど、この前面にこうちょっと出してここまでなら、割と大きなテレビもいけそうです。次下ですね。下も観音開きで、下もそうですね。下も同じように一番上と同じような感じで、収納になっています。あとはね上の方も実はどれぐらいだろう、15センチぐらいのこのカーテンの出っ張りがあるんですけど、収納っていうのかな、なんかずっとこう上を、
かなりスペース使えそうな感じになってます。じゃあですね、このソファーの下ちょっと見てみたいと思います。このようにバッテリーの方が出てきました。メインのバッテリー、サブのバッテリーと、まだまだスペースはあるので、バッテリーの増設はいけそうですね。今は鉛のサブバッテリーなので、容量はかなり、小さいです。なので、もうちょっとリン酸鉄のバッテリーにね、容量アップしたいところですね。これは今後ね、また後々やっていきたいと思います。インバーターの方がないので、車内で AC を普段使うことができません。なので、RV パークとかで電源をお借りして使うっていうことはできるんやけど、普段電源のないところで使うにはちょっと今はできないので、そこだけ、サブバッテリーと同時にインバーターも取り付けていきたいなというふうに思います。ここはあれですね、外の発電機のあった場所ですよね、これ。はい。じゃあ次にね、真ん中ですね。ここも一応開けれるようになってます。おお、さっき外から見た、外部コンセントの収納部になってます。ヒューズ関係ですね、これはね。がここに入ってます。でも他、かなり相当スペースはね、まだまだ余ってるなというような印象ですね。すごい面白いね。いろいろ見ていくと。運転席側、右側のスペースですね。ここも相当大きいですね。おお、めっちゃ広い。水のウォーターポンプですね。ウォーターポンプぐらいしか入ってないです。FF ヒーターが入っとったって感じ？そうはね、多分 FF ヒーターのさっきの潰してあったところは多分ここなんでしょうね。置いてあったかな。多分らしいです。で、ここの配管があるんですけど、ここはもう潰してあるみたいですね。ウォーターポンプだけここにボンってあるのは非常になんかもったいないような気がするよね。はい、というような感じです。キッチンの方はね、すごく、想像以上に広く感じます。まず、ガスコンロがついてます。これは最初、外で見てもらったガスボンベですね。あれをオープンにして、ここでチャッカマンでカチッとつけるというような感じですね。これで、ね、はい、オンにしてガスでつけると。カチッてつけるってことね。そういうことです。多分 IH も使いつつって感じにはなるかもしれんけど。結構さ、今のやつはこういうところも多分プラスチックのやつが多いんじゃないかなと思うんですけど、これはちゃんとした鉄板、使用するときは揚げるから、火災予防にもいいんじゃないかなというふうに思います。これ使わんときはこの上も作業台としてね、しっかりしてるから。そうやね。見た目は大きなパソコンやね。確かにこう開いてね。大きなパソコンやね。確かに。で、シンクということで、シンクもそんなに小さい、小ぶりは小ぶりやけど、わりかし幅の方もあって使いやすそうなサイズですね。今後ちょっと使っていきながらっていうような感じで、この辺は。そうだね。でもここにまだスペースがこっち側もしっかりあるからさ、作業スペースっていうのがしっかり取られとってすごくいいし、そうやね。ここがね、こう体にこうフィットしとるっていうのか、ここで調理しやすい感じになってますね。しやすそう。昔のね、キャンピングカーなんやけど、しっかり、考えられたレイアウトやなっていうふうにね、思うよね。中でしっかり調理できるようなスペースが設けられとるよね。一応上の方にも換気扇はあるということで、これも電動で動くんですけど、ちょっとね、音の方がやかましいんで、これはいずれ交換したいなというふうに思います。あれを交換するか、こっちはファンないので、ここをマックスファンとかに変えてしまってもいいかなっていうふうにも思います。あとはね、冷蔵庫と収納が2つここにもあります。口から見ようか。はい。よいしょ。はい。そう。同じやね。ここはね、つながってて一つのね、収納になってますね。ここも大きな収納で、下にはボイラーがあります。
お皿とか鍋とか入れれるから嬉しい。確かにね、お皿鍋関係はここいいかもね。入れれそう。冷蔵庫。冷蔵庫です。はい、冷蔵庫はエンゲルの冷蔵庫がついてまして、容量の方が56リットルになってます。はい、こんな感じです。まあ一応ね使えるみたいなんですけど、まあ古い製品ということもあって冷えはかなり弱いですよということでした。でここにね DC と AC で動くようになってて、まあ、どちらかに切り替えできるようになってます。次キッチンの対面になります。はい、でここはまあマルチルームというか、まあマルチルームですか、シャワールームになってます。はい、はい、一応ねシャワーついてますよこの車。すごいよね。どんな感じかね、はい、どんな感じか一回中に入ってみてください。シャワー室の中に入るとこういうサイズ感になってます。天井の方はかなり高いなというようなイメージはありますかね。そうだね。まあまあ多分ほとんど使ってはなかったとは思うんですけど、角のねパッキンとかその辺はかなりひびは割れてきているので、この辺はコーキングとかで後々また修繕していけたらいいなというふうに思います。すごい。でもはい、で中見ると、シャワーですね。温水も使えるようになってます。まずあそこで電気を、はい、つけて、このシャワーヘッドとかも変えたいっちゃ変えたいよね。そうだね。もう長年かなりね年が経ってると思うんで、こういうの変えるだけでさ全然イメージ変わるよね。変わるよね。ちょっとずつねリフレッシュしていきたいと思います。はい、下はこれは自分たちが用意したポータブルトイレです。納車当日リュックに僕は背負って、行きました。折りたたんでね。はい、折りたたんで電車に乗って行きましたよ。あん中にトイレが入ってるなんて。ポータブルトイレはね必需品やからね。はい、シャワーカーテンになってて、これを開けるとレトロ、当時物のシャワーカーテンということでプラスチックのねカーテンになってます。しっかりしてるね。でも当時のね、このオリジナルを残しておきたいっていうのもね気持ちもあるしね、ちょっと悩むところですねこの辺はね。そうだね。悩むね。はい、ということでいきなりですが美咲さんの方がねもうバンクベッドの方に、登っていただきました。はい、バンクベッドに登るときはこれはしごとかないんですよね。なので多分なんですけどここが踏み台になるのかなというような感じですね。だからここに足、ここに足というような感じで上がっていくイメージですね。降りる時も運転席助手席ですねの間はこのオリジナルのこの布で遮断されとるというような感じで、これがあるだけで暖房の効き全然違いました。全然違うね。これ開けとるとねめちゃくちゃ寒かったんですよね、後ろからスー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 と。だからこれがあってすごく良かったなというふうに思いました。というわけで、上なんですけども想像以上にこれも広いなというようなイメージですけど、大人2人ぐらいかなと。そうだね。3人はちょっと正直厳しいかなと。大人2人子供1人はちょっと厳しいかな。そうだね。大人と子供1人、そんな感じですかね。大人2人でも多分いけますけど、いけるね。バンクベッドの角には電気が1つ、こっちと左右に1つずつ電気がついてます。カプセルホテルみたいな、バンクベッドなんですけど、実はこのバンクベッドがこう格納されるっていうんですかね、拡張格納される感じになってます。この一部ここだけなんですけど、このマットを一つどけてこれを向こう側に押し上げると、このような感じになって、こんだけね空間が空くので運転席のね出入りもすごくしやすくなります。はい、というわけで、簡単にですけどね、ボンゴのルームツアーを、させていただきました。これまでは大きなねキャンピングカーで、旅をしてたんですけど、これからは娘がね小学校になるっていうタイミングで、これまでみたいにすぐに、
旅に出かけれるっていうタイミングがなくなってしまうので、そうするともう週末だけになってしまうんですよね。やっぱ週末どこもやっぱり混むじゃないですか。そうするとやっぱりすぐに出かけれないっていうのと、その旅先でのデメリットっていうのも考えて、今回ねこの小型のキャブコンにしました。でその中でずっといろいろ考えてたんですけど、なかなかねいいのがなくて、今回、この尾藤さんのところで購入させてもらったこのボンゴブローニーの、キャブコンが目に入って、めっちゃもう素敵やなと思ったよね。もう一瞬でもうこの外観と内装と見てもうこれやって思って、もう即決したような感じです。これなら、小型やし、週末ささっとこう出かけれたりとか、もう少し今まで行けなかったところにも十分行けるサイズ感やと思うので、これからどんどん活躍してくれるんじゃないかなというふうに思います。で、今後はさっき言ったその娘が小学校に上がるっていうタイミングで、このボンゴに変えたっていう言ったんですけど、逆に保育園今まで、行ってて小学校に入ると、夏休みとか、1ヶ月以上の休みも、逆に増えるっていうのもあります。そのタイミングで、今まで行けてなかった北海道とかね、行きたいね。もう目指してみたいなというふうに考えてます。これから行けるんじゃないかなというふうに思うんですよ。まだちょっとね本当どうなるかわかんないんですけど、もう少し、オリジナルのねこの雰囲気はもう保ちつつ夏を乗り切れるようにしないとダメですよね。少しずつ快適にしていきたいなというふうに思います。はい、というような感じになります。はい、十分に説明はできなかったところいっぱい実はあるんですけど、それはまたね自分たちもまだまだ分かってないところいっぱいあるので、おいおい、車中泊を通しながら使っていこうというふうに思ってます。はい、最後にねちょっとお知らせということで、前回の動画でも、お伝えさせてもらったんですけど、前回はちょっとテロップだけになってしまったので、今回はちょっと口頭の方でねお伝えさせていただければいいなというふうに思うんですけども、前回から実はね初めてメンバーシップを開設しました。カーチがね手書きで書いた絵文字スタンプあります。はい、4つ。とりあえずこのボンゴのキャンピングカーの絵文字、あとは、自分とカーチとハーちゃんのね絵文字それぞれ、あります。で、今後でまたちょっとスタンプの方はね、ちょっと増えていく予定です。ちょっとずつね。ちょっとずつね、カーチの可愛い手書きのスタンプちょっとぜひ見てほしいなというふうに思います。全然強制じゃないので、見るだけこう見てほしいなと思うんですけどめっちゃ可愛いんで。ちっちゃいから見えるかな。一応そのメンバーシップでは、基本的には、その絵文字のスタンプとか、あとはメンバーのオリジナルのバッジとか、あとはね、旅日記みたいな感じで、コミュニティの方で投稿していけたらいいなというふうに思ってます。どういう内容かっていうと、旅先での、風景の写真とかオフショットとかね、旅のねリアルな感じを、コミュニティの方で上げていけたらいいなというふうに思っています。はい、はい、というわけでそれではまた次回からね今まで通り新しいこのボンゴでねちょっと行っていきたいと思いますので、ぜひ次の動画も楽しみにしていてください。はい、はい、というわけで今回の動画は以上になります。そしたらまたバイバイ。バイバーイ。